皆さんこんにちは。今日はですね、アクティブベースとパッシブベースについて、ちょっと動画にしてみようかなと思うんですけど、なんかこうアクティブとパッシブのね違いというよりは、なんて言うんだろう、自分の中のなんかこう経験だったりとかで、実際ね僕ね今ねアクティブベース1本も持ってなくて、パッシブベースしか持ってないんですよ。そうだからね、何も語る資格がないというか、そういう意味でもなんかこう YouTube のねアンケートで、皆さんのねパッシブベースとアクティブベースに対するなんかこう思いとか、あとどっち派かとかね、ちょっとアンケートをね取ってみたんで、それを踏まえて、自分のなんかこうねパッシブが好きな理由だったりとか、なんかこういろいろと動画にしてみようかなと思いますんで、ぜひ最後まで見て楽しんでください。そう今ね僕ベース10本ぐらい持ってると思うんですけど、1本もねアクティブベースがなくて、ただねアクティブベース嫌いなわけじゃないんですよ全然。なんかこうやっぱなんかこう今日みたいな現場だったらアクティブの方が良かったのかなって思うこととかもねやっぱあったりとかするし、かなり。でもねなんかこうまず一番の理由がやっぱ電池が入ってるっていう煩わしさで、もう多分使ってないのが一番の理由かなって思うんですけど、であとやっぱシンプルなものがねやっぱ自分は好きだったりするんで、コントロール系にしてもシンプルだからパッシブ使ってるっていうだけで、なんかあんま大きな理由がない。なんか本当極論の結論を言ってしまうと別にどっちでもいいかなっていう感じなんですけど、なぜかこうやっぱパッシブを、ずっと好んで使ってるっていうのはやっぱパッシブ派なのかなと思って、でねアンケートをちょっと取ってみたんですよ。みんなどうなのかなと思って、僕の YouTube の、コミュニティ機能ってやつをね、どちらかというとパッシブ派っていうね、どちらかというとアクティブ派っていうのね、どっちか2択でね選択してくださいっていうやつをやったんですけど、なんと、509票も集まりまして、票がありがとうございます。なんかこんなね僕の楽しみに、遊びに付き合ってくれて、で結果としてはこれはまあちょっとびっくりしたんですけど、85%、433人の人がパッシブが好きだって言ってて、で 15% のね76人の人がいやいやアクティブでしょって言ってたんですよ。だから85% と 15% でパッシブ派の人が多かったっていうね、この結果ちょっとねマジでと思ったんですけど、まあねこれはね僕の YouTube のチャンネルを見てくださってる方が答えてくれてるから、まあ僕のなんかこう趣味とかなんかこうスタイルとなんかこう似てる人が多いからこういう風になったのかなっていう風に思うんですけど、まあでもパッシブ派の方が圧倒的に多かったっていうね。でなんか実際には僕の友達のベーシストだったりとか周りの先輩だったり後輩だったりとか、なんか半々ぐらいだかなっていう感じなんですけど、アクティブとパッシブってちょっとパッシブの方がいいのかなっていう感じなんですけど、僕の YouTube を見てくれてる人はもうほんと 85% がアクティブパッシブ派で 15% がアクティブ派っていう。これさっきも言ったんですけど、結論はね別にどっちでもいいんですよ。でもねいろんな意見があってちょっとね面白いんで、なんかね、なんか自分の中でパッシブとアクティブどっちがいいのかなって思ってる人もね結構見てる人でいると思うんで、そういう人になんかこう参考になったらいいなと思って、ちょっと楽しんで動画撮っていこうかなと思います。まずねアクティブベースとパッシブベース、ざっくりした違い、もうこれはもうねみんな知ってると思うんですけど、パッシブに関しては本当にねこのボリュームとこの2つのボリュームとこっちのボリュームこっちのボリュームとあとトーンね、ちょっとコントロールするこのトーンしかついてなくて、電池も入ってないし電源もいらない。もうこのなんかこう磁石が弦の音拾ってそれをアンプが増幅してくれるみたいな超シンプルな構造なんですけど、アクティブベースに関しては例えばこの今ね足元に僕はこのサドースキーのベースプリアンプ今すごく通してることが多いんですけど、こういうプリアンプがねこういうトレブルとかベースとか
こういじって音を細かく作ったりまあ、中に実際にサーキットが入っててそれで音をね加工してる部分があるんですけど、それがもうベース本体に入ってるという。で電池で中のサーキットを駆動して、そっからそれを経て通ったのがアクティブベースっていうね、すごく単純に言うと、まあ、そういう違いがあると思うんですけど、で実際にまあアクティブベースってもうここにあるんで、プリアンプがだからすごくね、このプリアンプの音がなんかロスなく直接いくから、すごくきらびやかだったりね、なんかこうそういうプリアンプの個性がかなり出るのかなと思うんですけど、で僕の場合はね、足元に今だったら本当に10年前から使ってるシンズミュージックのベースマスタープリアンプとこのサドースキーを、使い分けてるっていうか、ね、そうすることによってなんかこう好きな、今日はなんかこっちの方が合いそうだなっていう時に、そのプリアンプをチョイスしてねできるっていう、まあ、メリットがあるんですけど、まあアクティブの場合だったらもうここに入ってるから、もう好きなのがあればもうそのまま挿せばね、もうその音になるし、僕みたいなこうスタイルだと電源取ってやんないといけないんですけど、まあなんかこうメリットとしては今日はこっちの方が合うんじゃないっていうプリアンプを使えたりとかするっていうね、ことになります。で実際に何も通さずにねこう DI 直に行くのがパッシブなんですけど、まあ、一回パッシブの音とねプリアンプを経た音の違いみたいなのをねちょっと、聞いてみてもらいたいなと思うんですけど、まずこれパッシブの状態ですね。これが何もかかってないパッシブの状態でこれプリアンプ足元でオンにして、まあ足元でアクティブ化してるみたいな。だいぶ違いますよね、これ音もうだいぶ変わります。でアクティブベースの場合はもうここにあるんで、もうそれがダイレクトに何のロスもなく出るみたいなね、電気的にももう強い状態でアウトプットされるっていうのがアクティブベースだと思うんですけど、だから僕はねパッシブベースが好きなんですけど、なんか足元でプリアンプをなんかこう通してるんで、なんかこうパッシブベース使ってるけどアクティブ化してるみたいなね、なんかそういう感じになるのかなって思うんですけど、まあ僕の場合はラインの音のなんかこう強化っていう意味でね、常になんかバッファーみたいなイメージ、電気的に強化するためにプリアンプはなんか常に通してる感じです。ただベース自体はパッシブベースしか持ってないっていう。でね、そのなんて言うんだろう、僕の中のアクティブ使ってたことあるんですよ。本当にアクティブベースに憧れて、アクティブ買うしかねえって思ってた時があって、まあそういう話をして、で結局使わなくなったんですけど、実際ね19歳の時に専門学校行ってる時にもうアクティブベースがすごい流行って、でアクティブベースめっちゃかっこいい音すると思ってね、絶対アクティブの方がいいじゃんって思って、バイトしてお金貯めて、まあ、その当時の先生にね「いや先生俺アクティブベース買うんですよ」みたいな、アトリエ買おうと思っててとか言って、まあ、先生その時の先生、まあ、ジャズやってた先生なんですけど「俺アクティブわかんねんな」って言って一言言われて、と思って、アクティブの方がアクティブダメとかあるんやと思って、アクティブの方が絶対いいやんっていうね思ってたんで、まあ先生はいまいちとか言ってたから、まあ俺は買ったんですけど、でその時週5回ねもう同じメンバーで箱番の仕事やってて、だから常に同じ環境で、で今まで使ってたセイモア・ダンカン、高校生の時に買ったセイモア・ダンカンのジャズベから、アトリエになってある日持って行って、もうね単体の音とかももうめっちゃかっこいいんですよ。明らかにすごくかっこよくて、めっちゃかっこいいでしょみたいな。でもね実際ねアンサンブルでやってみると、なんかこう一弦の音がねきらびやかすぎて抜けなかったりとか、あとローがちょっと揺れすぎてボーカルの人にちょっとロー出すぎじゃないって言われたりとかね。でまあ手元でねベースとトレブルねアクティブなんでベースとトレブルコントロールできるんで、なんかいろいろやってたんですけど、なんかやっぱなんか収集がつかなくて、なんか決まらなくて、
なんか難しいなと思って、なんかベース単体だったらすげえいい音なのになと思って、難しいなと思って、でちょっと一回戻してみたんですよね、その今まで使ってたパッシブのジャズベに。そしたらね、なんかスポッとね、やっぱこれかと思って、何の苦労もなくそのボリュームとトーンだけ全開にしてれば、いい、まあ慣れもあったのかもしれないんですけど、あとアクティブベースの使い方が俺が下手すぎたってのもあるかもしれないですけど、なんかこうベースの位置にスポッとはまってくれるなこのジャズウェイのパッシブっていうのはと思って、そっからねやっぱりなんかこうパッシブベースがすごく好きで、なんかこうずっと使ってんのかなと思うんですけど、で何年か前に5弦ベース始めた時に5弦はやっぱりなんかこうアクティブじゃないときついよって言われたことがあって、5弦が鳴らないとかに言われたことがあって、フェンダーの、デラックスアクティブベース買って使ってたんですけど、それもねすごいいい音でめちゃくちゃ良かったんですけど、なんか重くてめちゃくちゃで、やっぱゲインの差とかもすごく普段使ってるメインのパッシブとかなりあって、なんかパッシブでも5弦でいいのあったらいいなと思って、今これオーダーしてもらって作ってもらって、これパッシブなんですけど、もう全然5弦でもパッシブのも OK ってのが分かったんで、今はもうアクティブベース1本も持ってないっていう、そういう感じになるんですけど、で実際ねなんか皆さんはねどういう感じなのかなと思ってコメントをねもらったんですよ。パッシブ派の人とアクティブ派の人で、コメントがもらって、これがねもうなかなかそうだなそうだなみたいな感じの、コメントをちょっとピックアップしたんで、ぜひこれも参考にしてもらえたらいいなと思うんですけど、アクティブはシールドを刺している間ヒットポイントがゆっくりとそして確実になくなっていくイメージ脅迫観念があり演奏に集中できませんというコメントがあって、これねなんかすごいわかるんですよね。演奏に集中できないことはないんですけど、なんかこう刺してたらどんどんヒットポイント減っていってんのかなっていうね心配があったりとかする。パッシブはね電池入ってないんで刺しっぱなしでも何も関係ないんですけど、そういう意味では気にする人は演奏に集中できなくなる可能性はあるかなと思いました。で逆にそれに対するようなアクティブ派の人の意見があって、アクティブだと手元で音作りとかね演奏中に音を瞬時に可変的に切り替えられるところが、便利だと思うっていうねコメントがあって、確かにねそれはね言えますね。実際いざこうやってて、それはもう向き不向きあると思うんですけど、いざやってて感覚的にもうちょっとトレブルがあった方がいいなっていう時に足元にねあるとね、やっぱりベースって手離せない瞬間が多いじゃないですか。ジャーンってやってわーってやってやっとけばいいんですけど、ベースってやっぱこうリズム刻んでることが多いんで、もうそのベースその瞬間白玉になっちゃうし、そういう意味ではこうねバーって変えれるっていうのはすごい便利。こうアンプいじらなくても手元でね音をねこういう風に手元で音作りしたりとか演奏中に音を瞬時に、切り替えられるっていうのは便利っていう、それはすごい分かります。これは本当に人によってかな。さっき僕が言ったように僕はここの本当ベースとかトレブルがもうやっぱりこう扱いがなかなかすごく難しくて、もうそれだったらもう全部100% している状態でもう演奏に集中できたらいいなっていうタイプなんで、僕はこっち派ではないんですけど、確かにこれは便利だと思います。であとは、パッシブの良さはね楽器の作りの良し悪しが音にそのまま出るところでしょうかとかね、これもすごく近いんですけど、ジジイはパッシブ派、ジジイじゃなくてもパッシブはいっぱい若いやつでもパッシブはめちゃくちゃ多いと思うんですけど、パッシブは原音、その、メーカーの音の表情とかねクオリティがもう分かる。でアクティブは内蔵プリアンプの表情が出すぎるっていうかね、そのパッシブはベアの性能も分かるし自分の技量も分かるね。確かにこれはねそうですよね。パッシブはさっき言ったように楽器的にもなんかごまかしが効かないし、演奏的にもごまかしが効かない部分があって、さっき僕が言ったように DI 直で、やるとやっぱりすごくニュアンスが出すぎて荒まで目立ったりとかするんで、そういう意味では自分の技量がすごく分かる。でこれに対するこれはもうまさに対局の意見だと思うんですけど、アクティブはプレイに対する許容範囲が広いというか、自分がしっかり楽器を鳴らせてなくてもある程度良い出音になるものが多い気がしますっていうコメントがあって、これはね
そうなんですよね。アクティブベースってやっぱりなんかこういい音するんですよ。でまあもちろんねそのごまかせるってことはないんですけど、アクティブサーキットの音でなんかこうなんだろう、これについては一個すごく面白い話があって、先週ね5月にツアー一緒だったメンバーのバンドメンバーの、人らとね飲みに行ってたんですけど、その時にちょうど僕はこの動画をね撮ろうかなって思ってたんで、一個ね疑問があって、ギターのね方にギタリストってもうどう考えても95% ぐらいはパッシブじゃないですか。で 5% ぐらいアクティブなのかな。メタルの人とかハードコアの人とかアクティブだったりするのかもしれないですけど、僕の周りではもう 100%、95% パッシブのギターなんですよ。だから聞いてみたんですよ、ギターの人にね。ギタリストってなんでそのパッシブが多いんですかみたいな、アクティブ使ってる人少ないんですかって聞いたら、なんかアクティブだとね下手さが出ないって言ってて、おっと思って、なるほどと思って、やっぱこう雑に行きたいところとかも雑に出ないんだよねとか言ってて、そうなんだみたいな。まあ確かに音楽ってうまけりゃいいもんじゃないし、なんかニュアンス的に下手な部分が出ないっていう風に言ってて、なるほどなっつって。で逆にそのベースはその自分はその卓録とかでねデモ作ったりとかする時はもうアクティブが絶対いいって言ってて、それは他のパートだからそんな下手さとか出さずにもううまく弾きたいっていう意味ではアクティブの方がいいって言っててね、なるほどなと思って。でその時に一緒にいたドラマーの、方も卓録ドラマですけど制作したりね卓録で、自分はそのアクティブとパッシブと切り替えができるベースを持ってて、でベース打ち込む時になんかいろいろやってみた。どう違うのかなって。そうするともうパッシブだともう波形がもうバーンってなってブビビビってなって、そのねドラマーだからそのねベースに日々ベースを触ってるわけじゃないから、なんかこうもう扱いがベースのイメージするベースの音がなかなか出ないけど、アクティブにするとこれねみたいなね、そのベースのなんかこうとこボンって収まってくれたらしくて、だからそういう意味ではやっぱアクティブベースっていうのはちょっと助けてくれる部分はやっぱりあるのかなってね、こういう話を聞いたりねこういうコメントをねもらうと、思いました。でなんかねアクティブベースとパッシブベースでおすすめのベースがねおすすめのベースがあったらね、教えてくださいってコメントもあったんで、僕的になんか好きなアクティブベースとパッシブベースを言ってみると、パッシブベースはねやっぱプレベがやっぱりすごく、プレベはねもうねアクティブベースである意味必要ないんじゃないかなって思うぐらい絶対パッシブの方がいいと思うんですよ。やっぱ昔のこうソウルミュージックの、音源とか聞いてももう明らかにパッシブの音がするというか、やっぱそういうニュアンスを出したいがためにプレベを使うっていう部分があったりとかするんで、もうプレベはアクティブである必要ないんじゃないかなと思います。そういう意味ではプレベは好き。あとリッケンバッカーもねすごいいいですよね。かっこいい音するし見た目も好きだし、リッケンも別にアクティブじゃなくてもいいのかなって思うんでパッシブでは好きかな。であとはヘフナーとかそういうセミアコのベース、やっぱそういうなんかこうアコースティックなぬくもりのあるなんかこうちょっと木の音がしてほしいようなねベースは、好きですね。パッシブとしてはヘフナーとかセミアコベースは。で逆にアクティブベースで好きなのはミュージックマンのスティングレイとかかっこいい音しますよね。なんかあれはもうアクティブならではの、なんかこう音の立ち上がりというかアタックというか、スティングレイの音はアクティブですごく好きです。であとコッポロですね。あれはコッポロ、これはねベースのオフ会で何回かコッポロ僕弾かせてもらったことあるんですけど、もうこれはもうなんかこう一番いいって思いました。なんか一番いいと思った。もう本当にその一言、これが一本あったら何でももうそれでいけるなみたいなね、そういうなんかこう意味でコッポロってなんかパッシブの良さもアクティブの良さも両方持ってるような、でもね音はねすごく今っぽいフェンダーのなんか
音っていうか、フェンダーが今っぽくなったような音がするんですけど、まあそういう意味でもコッポロはアクティブである意義がすごいあるのかなと思います。あとはね、ゾーンとかかな。ゾーンの、僕は絶対自分でゾーンとか使わないと思うんですけど、ゾーンをなんかこうピックで弾いた時の、音はなんかすごい好きですね。かっこいいなと思います。その辺がなんか僕の好きなパッシブベースとアクティブベースだったりするんですけど、皆さんはどんなんが好きですかね。でそんな感じでまあ今日はこの辺でね終わろうかなと思うんですけど、まあアクティブベースでもパッシブベースでもまあ本当に極論どっちでもよくて、自分が好きな、音がするベース、だったり好きな、ね、ブランドだったり、そういうのでね選んだらいいと思うんですよね。で一時期アクティブが本当にさっき言ったようにすげえ流行ってて、アクティブベースに足元にブワーって並べるのがすごく流行ってた時に、俺なんかやっぱ俺もこうしないといけないのかなとかって思ったりとかしたんですけど、まあそこはなんかこう別にそういうのに影響されずに、まあ自分でかっこいいなって思うスタイルを、極めていった方がいいかなと思うんで、まあだからそういう意味でもパッシブなアクティブな別にどっちでもいいんじゃないっていう感じの結論なんですけど、まあなんか今日のなんかこう僕の意見だったりとか、コメントもらったね人の意見だったりをなんか踏まえて何かのねヒントになったら、よかったかなと思います。そんな感じで、最後まで長々とお付き合いありがとうございました。また何かね面白いことがあったら動画にしようかなと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。